こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、ヤマハの MT-10 だ。ついにキングのお出ましですね。青月電子台で新型バイク紹介をメインに始めたのが、去年末からなんだけど、1年間に新型バイクがこんなに発表されるとは、思ってもみなかったぜ。ネタに困らなくていいですね。それに脱炭素化で、エンジン大転換機もいずれネタにできそうだしな。電子制御や安全装備も、どんどん進化してきますしね。峠を走ってる時、駐車場探しでいきなり止まる車や、突然道路横断するハイキング客とか、予想外のスピードでバイクを追い抜くロードバイクとかに遭遇しても、電子制御のおかげで躊躇なくフルブレーキできるし、焦らなくて済むしな。例えが妙にリアル。で、そんな進化を遂げる新型 MT-10 ですが、一体どこが変わったのでしょうか？先日公開された MT-10 の PV をネタにサクッと考察していくぜ。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、PV 考察 &MT-10 って。2、スペック考察。3、新旧仕様比較。です。じゃ、はじめ、か。1、PV 考察 &MT-10 って。仙台 MT-10 は、2015年にワールドモデルとして二輪市場に投入されたバイクだ。MT シリーズの頂点となるモデルですね。そして、ヤマハのレース魂、R の DNA を最大限に共有する、暗黒の兄弟でもある。中に設定きた。先代は YZF-R1 をプラットフォームにしたモデルでしたが、今回の仕様変更はどんな感じですか？マイチェンってイメージだな。国内仕様は2017年に発売されて、2019年、2020年とテこ入れが入ったが、新色追加のみでスペックの変更はなかった。あれ？大掛かりな仕様変更があった気が。それは SP モデルだな。SP 仕様はオーリンズ製電子制御サス、フルカラーメーター、YRC、アルカンターラシートが専用装備とされたけど、動力性能の変更はなかった。それでは、今回は YZF-R1 の電子制御反映と、フロントマスク変更が主な内容だ。進化してきたと言いつつも、どうした？ MT-10 にやっと驚く新技術が搭載されて、それが次世代 R1 の試金石になるっていう逆輸入的な胸圧展開を期待してました。外れたな。やっぱりヤマハバイクの頂点は、R1 ってことだぜ。光の R1、闇の MT。この入れ替えはないってことですか？ MT シリーズは、ダークサイドだからな。で、そのキャッチコピーが大人気の PV ですけど。MT シリーズの PV は、独特の雰囲気がありますよね。映画ブレードランナーなどで登場する、ご解釈された日本文化的なやつな。バイクの PV に般若の面とか、鎧兜だもんな。欧州バイクの PV で、ガーゴイルの石像とか甲冑は見かけないからな。で、今回の PV ですが、今回もシリーズお約束、般若の面、鎧兜、黒い液体が登場しますよね。で、いつものダークサイドオブジャパンですが、日本の暗黒面と言われても、何のことやらさぱーりです。ダークサイドは日本の裏面と捉えればいいんじゃないかと。裏面？つまりミステリアスな神社部、核の世界だ。日本から見たインド、みたいなもんだな。オリエンタルな感じ？ PV では、男性の眼球に吸い込まれるシーンの後、般若が出てくるだろ。般若というのは、本来は仏の知恵を解くものらしい。知恵とは世の中の真理を知ることを指す言葉で、時代によって変化しない普遍的なものだ。MT シリーズは知恵を使って時代に合ったバイクを作る、って意味じゃないかと思うんだ。で、マスターオブトルクね。マッスルトルクなバイクは、ずっと3速固定で峠を走れちゃうんですよね。シフトチェンジしなくていいし、最高に楽なバイクですよ。あ、こんなところに般若の面が。そうやってちんたら走ってるから、登山客とロード乗りと車と雪に峠が占拠されて、バイク邪魔って言われるんだよ。なぜ雪？J の塊 MT-10 の圧倒的な形状と溢れるトルクで峠の星になるんだよ。うるさいのが来たじゃなくて何あれ？キャーかっこいいって登山客に言わせるんだよ。ちょっとマリサ。暗黒面に触れたせいで、本性を表しましたね。なんか言ってた？雪がどうのこうのって。もう峠の頂上付近の気温は一桁台だし、もうすぐ冬季通行止めになるから、しばらく走れなくなるな。残念だな。いつものマリサに戻ったところで、スペック考察といきますか。2、スペック考察。今回は SP モデルも同時に発表されたな。正気は逃しませんよ。してその違いは？ HP の記載では、オーリンズ製電子制御サスペンション、アンダーカバーなどが装備されるって話だ。詳しくはわからないので、考察はスタンダードでやってくぜ。カラー&デザイン。今回のカラーは3種類だ。シアンストーム、アイコンブルー、テックブラック、です。ホワイトに蛍光グリーンとか、川崎のカラーセンスもなかなかだか。ヤマハも負けてないな。シアンストーム、チョコミントかな？このカラーは YZF-R25 や R3 で使われてたし、組み合わせとしてはそれほど奇抜じゃない。この手の配色は、一歩間違うと、
ページビルダーで作った HP みたいになるから、注意しないとな。おい。スイングアームはブラックアウトされてますね。スタンダードだからな。先代の SP は、スイングアームが特別仕様のバフ仕上げだったぜ。中古屋で並んでた MT10 を見たとき、太くて鈍く輝くスイングアームを見て、あ、なんかこのバイク違うと感じたことを思い出します。SP 版のカラーリングが楽しみだな。で、このデザインですが、初代のようなインパクトはなかったな。MT-09 の方がインパクトはあったと思うぜ。じゃ、マリサはどんなデザインなら良かったの？そうだな。さらなるマスの集中化のために、飛び出た頭をちょん切ってだな。交尾後のオスカマキリみたいですね。おい。左右のダクトを伸ばして、LED ヘッドライトを埋め込んでさ。M の字デザインにして、くぼんだとこのに物合いを設置してさ。ってな感じの、違和感満載の物合いデザインが見れるかなって個人的には期待してた。残念でしたね。事後のカマキリじゃなくて、新デザインは、より小顔になったヘッドライト周り、丸いタンク、でかいマフラーで、キングの風格はそのままだ。あと、気になる部分がありまして。何？リアシートのこれなんかな？ライダーの着座位置が後ろに下がらないように、じゃないのか？フロントの異様感に対してリアはスッキリだから、もっとデコボコがあってもよかったと思うけどな。どんな感じ？こんな感じ。世紀末やん。もうトゲとかドリルは受けないの。残念。言いたいことはわかりましたよ。もっとぶっ飛んだデザインを期待してたんですね。十分奇想天外魔境なデザインだと思いますよ。次の路線がどうなるか、新型 R1 に期待しまくりだぜ。ヤマハさん、楽しみにしていますよ。エンジン性能 R1 と同じですよね。そうだな。ベースとなってるのは YZF-R1 のエンジンだぜ。もちろん排ガス規制ユーロ5適合済みで、馬力は先代よりアップだ。おう。エンジンは水冷4気筒 CP4 で排気量は 998cc。エンジン出力は 165.9 馬力 11500rpm。最大トルクは 11.4kgm9000rpm だぜ。R1 派エンジン軽量化のため、チタンコンロットを使ってましたよね。そのあたりも同じ？コンロットはスチールだな。仕様だけ見れば、エンジンは R1 の北米専用モデル YZF-R1S かもしれん。燃費はどうなの？欧州仕様では 6.83 リットル100キロって表記があったな。リッターに直すと、14.64 キロだな。先代が14キロだったから、こちらも良くなってる。タンク容量は17リットルだから、航続距離は約248キロだ。ちょっと短いですね。ちなみに MT-09 の燃費は 20.4 キロリットル、航続距離は 285.6 キロだ。4発と3発では、かなり差が出るんですね。元は R1 のエンジンだし性能はお墨付きだ。燃費よりも、キングなマスターオブトルクを感じてくれ。フレーム、足回り。カッコ内は先代のサイズな。車体サイズは全長 2100mm、全幅 800mm、全高 1165mm。シート高は 835mm だ。少しスッキリした気がします。重量は 212kg だ。R1 より約 10kg 重いのね。カウルがない分、見た目は R1 より軽そうに見えますけど。R1 はシートレールやホイールがマグネシウム製だけど、MT-10 はスチール製だ。R1 すげえ。そうした部分が、重量や価格の差だろう。じゃ、フレームも R1 と共有ですよね。そうだな。ヤマハ独自のデルタボックスフレームだな。存在感丸出しのフレームですが、このフレームのどこがデルタなの？デルタってのは、フレームの設計思想だな。ヘッドパイプからリアピボット軸を結ぶラインを、極力直線に近づけるデザインになってて、このラインを結ぶと三角周、デルタ形状になるんだよ。フレームの形がデルタ、って話じゃないんですね。技術の名称ってわかりにくいですね。プロアームとか、プロリンクとか、ハイパー VTEC とか。かっこいいからよし。サスペンションは、先代と同じかヤバ製ですね。そうだ。画像で見た感じ R1 とどうだ。セッティングは当然変わってると思うが。で、SP はオーリンスの電子制御サスだ。あれ？かやばの電サスじゃないんですね。R1M がオーリンスの電サス装備なんで、SP はその流れだろうな。主要装備。気になる主要装備だ。電子制御。IMU 搭載で、電子制御系は R1 とほぼ同じになったな。一気に行くぜ。バンク角検知型トラクションコントロールシステム。スライドコントロールシステム。リフトコントロールシステム。エンジンブレーキマネジメント。ブレーキコントロール。クルーズコントロール、50キロ以上。たくさんありますね。ほぼ同じって話ですが、R1 と何が違うの？ R1 にないクルコンが装備されてるぜ。YRC、ヤマハライドコントロール。電子制御を総合的に管理するライディングモードだ。R1 は4つ、トラック走行、ソフトなトラック走行、標準、雨天だけど、MT-10 だと、日常使いに振った設定値に変わってくると思うぜ。これ、MT-09 に装備されてる D モードと同じじゃないの？違うよ。R1 だと D モードは PWR パワーデリバリモードって名前になるぜ。エンジン出力特性を変化させる制御であって、ライディングモードじゃないんだ。5VSL、可変速度リミッター。これは？リミッター発動速度を設定できるぜ。ヤマハ車発装備だ。
鈴木のハヤブサにも装備されてましたね。あっちが世界初。鈴木の技術はクイックシフター。待望の上下対応だ。4.2 インチ TFT メーター。先代の SP 仕様が搭載されてるぜ。チタンマフラー。最近のメガネーキットは、最初からチタンマフラー装備ですね。嬉しい装備なんだけど、もう少し見た目を良くしてくれたら。そんなことしたら、アクラポさんが、90度ホイールエアバルブ。難機に便利なやつだ。現行の R1 はまっすぐなバルブだけどな。ちなみにタイヤサイズは R1M と同じな。SP はマグタンホイール履いてくるかな？価格。さ、お値段発表のお時間だぜ。では、価格ドン。はい、見てー。ということで、いつもの予想だ。現行の国内 MT10 の価格は 170.5 万円です。税込みね。MT10SP は 203.5 万円です。オーリンスの電サスは、市場価格だと20万超えとるし、スタンダードでもカラーメーターや YRC などの SP 並み装備だしな。ということで、現行 SP から電サス分を引いた価格、180万円ってことで、現行から10万アップですか？いい線じゃない？価格発表を楽しみに待つとしますか。最後は新旧仕様比較だ。3、新旧仕様比較。名前の通り、スペックの新旧比較をしていくぜ。あれ？いつもはライバル比較なのに。ライバル比較は、別動画でしっかりやっていこうと思ってな。前回の CBR みたいに？なので新型車種の考察の最後は、新旧比較でまとめるぜ。わかりました。じゃ、新旧比較表、ドン。サイズ&重量。前高が 55mm 伸びてるな。なんでしょうね。キャスターやトレイルに変更はないんだけどな。誤差かな？ 50mm は誤差じゃ済まされないだろ。軸距、シート高、重量も少しずつ増えてるし。重くなって高くなって長くなってるから、安定志向かな。エンジン出力&燃費。ユーロ5対応して約6馬力出力アップだ。これはホンダのお家芸だったけど、ヤマハも負けてませんね。PWR も 1.2 台に突入だな。ちなみに R1 は200馬力13500、PWR は 1.01 だ。化け物ですね。MT10 は回転数を抑えて、低中速トルクに振った感じだな。その分、少しだが先代より燃費アップしてる。航続距離は短いけどな。同じようなエンジンスペックの GSX-S1000 は、航続距離は 315.4 キロですね。あっちはタンク容量が19リットルだからな。その分長い。使用装備。R1 仕様に近づいたおかげで、レーストラック向けの電子制御がモリモリですね。ほんと、何の心配もいらない装備だ。これでグリップヒーターやコーナリングランプが標準装備だったらね。より快適性を求めるならトレーサー9もおすすめだな。両方装備してるしな。さ、新旧スペック比較は、こんなところだな。で、マリサさん、MT10 はいかがですか？ほんと、悩ましい。最近、ヤマハは新型連発で、しかも気になるバイクばかりなんだよな。何を基準に選んだらいいか、もうわからないよ。マリサの基準って、ゲームでしょ？ MT10 買ったら、風来機ごっこをするよね。絶対するよね。で、FZR に乗ったバイク女子に出会って、女子と出会うなんて、奇跡ですよ。そこは一人で帰宅のバッドエンドでしょ。奇跡ってのは自分の力で起こすもんです。青子のバイクニュースのコーナーです。今回は何かな？またしても、ヤマハなニュースですよ。連発だな。R7 の国内発表でもあったか？ R7 は12月発表で、アニバーサリーカラーもあるって噂ですよ。マジが。で、そうそう、そのアニバーサリーの話なんですよ。先日発表された、ヤマハ、シグナス、グリフスなんですが、これにもアニバカラーが設定されるんですよ。略したな。この調子だと、R25 や R3 も発売されそうですね。限定ものには目がない皆さん、アニバ R をゲットするなら今ですよ。また選択肢が増えてしまいましたね。このチャンスを掴んだ方、自慢のコメントをお待ちしております。では、今回はこの辺で。それでは、See you!